ケンタウロスワークスの代表取締役を務めている三枝充と申します。今日はこのような機会を与えていただいて大変感謝いたします。で、これからケンタウロスワークスという会社の内容および今まで取り組んできたことというのを、スライドを交えてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。ケンタウロスワークスの概要についてご説明いたします。当社の最大の特徴は、弁護士とエンジニアが集まって作られた会社であるということです。2017年4月、ブロックチェーン技術のポテンシャルに着目した早稲田リーガルコモンズ法律事務所の弁護士とエンジニアが中心となり設立されました。ブロックチェーン技術の中でも特にイーサリアムの思想やスマートコントラクトという技術的特性に着目して、それに力を入れて活動してきました。ケンタウロスワークスの中心事業は、ブロックチェーンに関連したコンサルティングサービスです。クライアントの課題に対して、ビジネス、技術、法的側面からのソリューションの提示に加えて、ブロックチェーンのエンジニアを要する当社では、実際に動作するプロトタイプも当社で作成して、技術検証までのプロセスをトータルで提供できる点に強みがあります。でさらに、これまでにケンタウロスワークス自身が複数のブロックチェーンのアプリケーションを開発、リリースしてきた実績があります。例えば、このスライドに映っているスマホアプリは、イーサリアムを活用した事実記録アプリ、ブロックレコードです。このブロックレコードについては、後のスライドでもう少し詳しくご紹介いたします。次に、ケンタウロスワークスのメンバーを紹介します。ピンクのアイコンがついているメンバーが弁護士。青色のアイコンがついているのがエンジニアです。弁護士はコンサルタント出身で、法律事務所の代表弁護士も務める川崎と、ゲーム会社勤務を経て、現在弁護士をしている私、三枝が共同で代表を務め、マーケティングを稲村が担当しています。エンジニアは CTO の神野がサーバーサイド、チーフアーキテクトの西村がスマートコントラクト、リサーチャーの高梨がウェブデザイン、リサーチを担当しています。ケンタウロスワークスは設立後3年半経ちますが、これまでの歩みを簡単にまとめてみました。2017年に設立後、複数のブロックチェーン技術の実証実験に参加してきました。プロダクトについては後ほど詳しくご説明しますが、2018年にイーサを用いた決済システム SCPay を開発し、2019年にはパブリックイーサリアムブロックチェーンを利用したスマホアプリ、ブロックレコードをリリースしました。そして2020年には同じくパブリックイーサリアムブロックチェーンを利用した電子署名システム、電子実印をリリースしました。これらと並行して、ジャパンコンテンツブロックチェーンイニシアティブを博報堂、朝日新聞社様など7社と共同で設立し、ブロックチェーン技術を利用した著作権保護システム C ガーディアンの共同開発にも取り組んでいます。これまでに開発したプロダクトを少しご紹介いたします。SCPay はイーサを用いた決済システムで、提携している早稲田リーガルコモンズ法律事務所で実際に導入して使用されました。取引の対価を仮想通貨で支払う場合の複雑なプロセスを、支払う側がイーサをスマートコントラクトに予託し、請求する側が法定通貨を単位として請求を登録するという簡便なフローによってそれを解決しました。ブロックレコードはパブリックイーサリアムを利用した事実証明スマホアプリです。ユーザーが画面からテキストや音声などを登録すると、その登録のハッシュ値がパブリックイーサリアムブロックチェーンのスマートコントラクトに記録され、テキスト、音声などのメディアデータはIPFS に記録され、両者は ID を通じて紐付けられます。改ざん不可能な記録を残すというブロックチェーンの特徴を生かすことで、ユーザーはさまざまな事実を記録し、証明することができます。なお、Facebook のいいねボタンのように、ユーザーらは他のユーザーの投稿した事実に確認ボタンを押すことで、その事実は正しいものだという認識を示すことができる機能もついています。ある事実が存在することを公の機関が証明する公証というものではなく、
個人の集合体が行ういわば協商という思想を実験的に機能として付加したものです。続いて、今年2020年にリリースしたのが電子署名システム、電子実印です。電子実印は、ケンタウロスワークスがこれまで培ってきたイーサリアムアプリケーションの開発経験を経て生まれた電子署名システムです。ウェブアプリとスマホアプリから構成されています。ここでも先ほど紹介したブロックレコードと同様に事実を記録するというブロックチェーンの特徴が生かされています。プロダクトの特徴としては、まずパブリックイーサリアムを用いた当事者署名型の電子署名である点が挙げられます。電子署名システムを提供する事業者が事業者自身の秘密鍵で電子署名を行う事業者立ち会い型と呼ばれる電子署名システムとは異なり、ユーザーは自分自身のスマホ内に保管された秘密鍵を用いて電子署名を行います。第2の特徴として、オンラインによる本人確認機能があります。電子署名は重要な契約等に用いられますので、電子署名した人が誰なのかという点が非常に重要です。ユーザーはスマホから免許証やパスポートを撮影することで、本人確認情報に基づいた電子署名を残すことができます。電子実印では、電子署名の対象となる書類の送付と管理は Web アプリから行います。ユーザーは PDF をドラッグアンドドロップするだけのシンプルなインターフェースから簡単に書類をアップロード可能です。書類管理画面では、送信した書類に誰が署名をしたのかという進捗ステータスも確認することができます。また、署名済みの書類について電子署名がなされたことの証明書を発行する機能もあります。ユーザーは証明書に記載されたトランザクションや書類のハッシュ値とイーサリアムブロックチェーン上の記録を照合することで、その書類にいつ誰が署名したのかを検証することができます。電子実印ではスマホアプリを用いて電子署名を行います。普段使い慣れたスマホから簡単にブロックチェーンを利用した電子署名を行うことができます。パブリックイーサリアムに記録を行う際に発生するガス代は、メタトランザクションという技術を用いて、ケンタウロスワークスが負担しています。この負担が結構重いという部分はあるんですが、それはさておき、そのため、ユーザーは暗号資産やブロックチェーンの存在を意識せずに、スマホから簡単に署名を完了できる UX を実現しました。また、署名にはスマホに搭載された顔認証、指紋認証などによるロックの解除が必要ですので、第三者のなりすましも防止しています。これまで説明した電子実印の利用フローをまとめると、このような流れになります。先ほど申し上げた通り、Web で送信、スマホで署名が基本的な流れになります。なお、オンライン本人確認は任意ですので、本人確認をしないで手軽に利用することもできます。電子署名後に発行される証明書には、電子署名を行ったトランザクションや、電子署名の対象となった書類のハッシュ値などが記載されており、第三者による署名の検証も可能です。電子実印のスマホアプリは Apple Store や Google Play から無料でダウンロード可能ですので、ご興味がある方はぜひお試しください。ここからはケンタウロスワークスがこれまで取り組んできたコンサルティングの事例について簡単にご紹介いたします。例えば、STO、セキュリティトークンオファリングと呼ばれるブロックチェーンなどの技術を使って発行された有価証券の性質を持ったトークンの比較や、あとノンファンジブルトークンを利用したブロックチェーンゲームに関する法規制の問題などについても取り組んできました。そして、プロダクトの事例でご紹介した SCPay のように、暗号資産のエスクローに関する開発実績があり、この分野でもいくつかご相談を受けています。また、ブロックレコードのように事実を記録、証明するというブロックチェーンの特徴を応用したデジタル遺言サービスといったご相談の事例もあります。暗号資産に関連する事例だけでなく、GDPR といった法規制に関して、ブロックチェーンが引き起こす問題などについて検証をするという点についても、弁護士とブロックチェーンエンジニアが集まった集団であるという強みを生かしてアドバイスをするというような事例もありました。最後にご紹介するのは、イーサリアム以外のブロックチェーンにおけるケンタウロスワークスの取り組みです。
ジャパンコンテンツブロックチェーンイニシアチブ JCBI と略して呼んでいますが、これはデジタルコンテンツの著作権を保護し、流通の拡大を目指す企業連合コンソーシアムを博報堂、朝日新聞社らと共同で発足しました。当初は7社でスタートしたこの JCBI も、現在では電通、ABEX テクノロジーズ社などが加わって11社へと拡大しました。JCBI の加入企業は、共同運用するプラットフォーム上で自社サービスを自由に開発することができます。当社は博報堂と原本という企業と共同で、著作権保護にブロックチェーンを活用したシーガーディアンというアプリケーションの開発に取り組んでいます。こちらがそのシーガーディアンの概要です。著作権を管理し、保護するためのブロックチェーンアプリケーションで、JCBI のコンソーシアムチェーン上で稼働しています。コンテンツホルダーが Web からテキストや画像といったコンテンツを登録すると、AI がインターネットをクローリングし、自動的にコンテンツの不正利用を検知し、レポーティングします。さらに、著作権を侵害しているサイトの情報をブロックチェーン上に記録し、消去、改ざんできない証拠を残すこともできます。今後はこうしたシーガーディアンの仕組みをデジタルコンテンツを有している各企業に導入していただくことで、著作権の容易な管理、確実な保護をブロックチェーンの力で実現していきたいと考えています。以上で簡単ですが JCBI の取り組みのご紹介です。最後に、ケンタウロスワークスの今後の取り組みについてご紹介します。当社は現在、ブロックチェーン技術を含む DX コンサルティングに注力しています。昨今、新型コロナウイルスの影響による DX のトレンドは急速に勢いを増すとともに、ブロックチェーンをそれに加えたブロックチェーン ×DX の重要性も高まっています。本日ご紹介した電子実印のように、電子署名や契約分野でのブロックチェーン ×DX の実際に取り組む中で、ハンコ出社などに象徴されるアナログ文化からの脱却を弊社では後押ししてきました。DX といっても単にアナログをデジタルに置き換えるだけでは当然ながらうまくいきません。例えば契約書の電子化の一例に挙げると、法規制の問題でデジタル化がそもそも不可能なものもあり、逆に中途半端なデジタル化は非効率な DX となりかねません。当社では法的側面とこれまで実際開発してきた開発経験を生かして顧客に対して最適かつ合理的な DX を提供していきたいと考えています。また、個人、その集合体である企業にまで人々にブロックチェーンによる力を与えるというのが弊社の設立当初のコンセプトであり、これからもそのコンセプトを実現していきたいと考えています。ブロックレコードでは、それまで公のシステムが担っていた事実を証明する力を個人に与えることがコンセプトでした。電子実印では、新型コロナウイルスの影響によって広がった非対面化、デジタル化のニーズの高まりを受けてのリリースでした。最後にご紹介した JCBI や C ガーディアンの取り組みも、企業コンソーシアムからスタートして、まずは多くのコンテンツを抱える出版社やマスメディア等の企業の権利保護に取り組みますが、将来的には創作を趣味とする個人のクリエイターの権利を保護するような大きな仕組みへと発展させていければと思っています。また、ブロックチェーンの持つこれらの価値を人々に届ける上で、ユーザー目線でのブロックチェーン、暗号資産特有の難解さをいかに緩和するかもキーになります。電子実印で採用したメタトランザクションの仕組みもそうですが、より良い UX を実現するための技術を今後も積極的に取り組んでいきたいというふうに考えています。最後に、当社はまだまだ小さい企業ですので、パートナーシップの強化も重要なテーマです。これまでにリリースしたプロダクトなどの反響もあり、大変ありがたいことに、最近ではさまざまな企業様より協業のお声掛けをいただく機会が増えてまいりました。とりわけ、異業種の企業様とディスカッションさせていただく中で、当社の法律やブロックチェーンの知見が生かせそうなケースが思わぬところにあるということに気づかされます。このスライドを見ていただいている企業様がもし当社に興味を持っていただければ、ぜひ気軽にお声掛けください。今日はこのような機会を与えていただいて大変ありがとうございました。失礼いたします。